こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品は、こちらの新色ですね、のカラーで作ったこちらのシュシュの編み方をご紹介したいと思います。こちらはですね、キーティコードスーパーファイン、中細の方ですね、細い方からホワイトカラーを発売をします。で、これのアイブトバージョンがすごく人気で、一回完売したりとかなかなか入荷できなかったりとかしたんですけど、この細い方も作っちゃおうと思って作りました。やっぱりね、なんかトップス作ったりとか、こんな感じにシュシュ作ったりとか、もっともっとバリエーションを広げたいなと思ったんで、作ったんですけど、こちらもこんな感じで一本の糸に白を混ぜています。真っ白だったり、アイボリーっぽい、ちょっと黄身っぽい色だとか。で、これを混ぜることによって、すごく柔らかくって、カジュアルさもあるし、品もある、女性が身につけてすごく綺麗な雰囲気に見せてくれる白というのを表現して作っております。白ってね、やっぱね、難しいんですよね。やっぱり、すごく白すぎたらさらしっていう糸になって、ちょっとくすんでグレイッシュに見れたりとか、今度黄色を身に振りすぎると、ちょっと黄色っぽくなっちゃったりとかするんですけど、その絶妙なバランスってすごく大切で、例えばメンズだったら結構白めの白いコットンのシャツを着てたら清潔感があっていいとか、女の人だったらもうちょっと黄身入れた方がちょっと肌も綺麗に見えるし女っぽく見えるよねとか、すごくバランスの難しい色だなって私は思ってるんですけど、やっぱり編み物でもそういう白を開発して、体に身につけるもの、シュシュだったりとか、お洋服だったりとかで、可愛く見える白作りたいなと思って作ったのがこちらの白。で、先日、インスタでもちらっともうこれ、ストーリーで出した時に DM もらって、マシュマロみたいな白でめっちゃ可愛いですねって来たのが、すごい、そうそうと思って、マシュマロみたいな、ふわふわで柔らかく見える白です。DM ありがとうございます。ということで、こちらの白を使ってこのシュシュを作ったので、こちらのシュシュで、シュシュの編み方、ご紹介していきたいと思います。ちょっと今これ二重にしたんですけど、紙につけるとこんな感じです。いかがですかね。すごい可愛い。今私ちょっと下目にお団子にしてるんですけど、これ上の方につけても可愛いし、結構ボリューミーなので、ボリューム感がしっかりあるので、シュシュ自体がアクセントになって、こういうとことかでも可愛い。コーディネートのアクセントになってくれると思います。ぜひ作ってみてください。で、もちろん他のカラー、例えば赤だったりとか、ロイヤルブルーとか、ブラックグレーとか、もちろんこちらのコードスーパーファインの他のカラーも一緒に発売するので、お気に入りのカラーを見つけて編んでいただけたら嬉しいです。一玉で編めます。で、柄はこんな感じ。メッシュの中にちょっとお花がぐるぐるっと飛び飛びで均等にある感じで、縁は2段でちょっとスカラップとピコッと入れたスカラップをつけて、ひらひら見えるように結構ボリューミーに編みました。ぜひ編んでいただけたら嬉しいです。編み始める前にですね、概要欄に糸の詳細何使った、あとチャプターですね、目次代わりに使えるチャプターや、オンラインストアの URL、SNS の URL なども記載してますので、もしよかったら見てみてください。はい。それでは早速、編んでいくぞはい、本日はこちらの糸を使って編んでいきます。コードスーパーファイン中細タイプですね。こちらのホワイトのカラーを作りました。コードアイブトの方ではもうすでにホワイトのカラーはあって、その白の中によく見ると色が何色か混ざってるのがわかると思うんですけど、色を混ぜることで深みと柔らかさとカジュアルすぎない女っぽさみたいのを足した白の糸になります。こちらの中細でシュシュ編んでいきます。使用するかぎ針はちょっと気持ち太めの5号針でゆるゆるっと柔らかい雰囲気で編みます。で、使用するヘアゴムですね。こちらに編み付けていきながらシュシュにしていきます。それでは1段目編んでいきます。1段目はこのシュシュのこのゴムに編むのが1段目になります。このゴムを、なんて言うんですかね、ぐるぐるっと囲いながらゴマ編みを編んでいきます。立ち上がり鎖1目、
細編み。で、この1目目見失いそうになるので、シュッシュの時って、こんな感じでリングつけておきます。で、2目、3目と、こんな感じで、ひたすらこのゴムを拾って、細編みを編みます。ということで、全部で84目編んできました。そしたら1目目の細編みに針を入れて引き抜く。これで1段目が完成となります。結構ギュッと編めたんじゃないかなと思います。こうやって編んでみるとやっぱりこの糸のミックス感がめちゃめちゃ可愛いです。それでは2段目編んでいきます。2段目は、細編みと鎖編みを編みます。細編み、そして鎖編み斜め、細編み、これを編みます。で、ここ、1、2、3、4、5目飛ばして、次の目に細編みです。なので、この6目ですね。1、2、3、4、5、6目で一模様。細編み編んで、鎖斜め、細編み。これを繰り返します。それでは編んでいきます。立ち上がり鎖1目。で、先ほど引き抜き編みをした細編みに、細編みを編む。で、ここから、1、2、3、4、5、6、7目。で、1、2、3、4、5、6。5目飛ばして、1、2、3、4、5は飛ばして、6目目に、細編みです。1、2、3、4、5、6、7目。鎖編みは7目。で、1、2、3、4、5目飛ばして、6目目に細編み。これを繰り返していきます。2段目編めました。そしたら、1段目の細編み、2段目の一番最初の細編みに、引き抜き編みをします。ちなみに、これ全部で14個山があります。それでは2段目編んでいきます。立ち上がり鎖3目編んだら、この細編みに長編みを4目編む。で、鎖3目編んだら、この鎖7目を側ですくって細編みで鎖3目。で、また次の細編みに長編み5目。で、このピンクのラインで描いてる、これで一つの模様となります。なので、長編み5目、鎖3目、細編み、鎖3目。これを14回繰り返します。それでは編んでいきます。1、2、3目編んだら、この引き抜き編みをした細編みに、ここは長編みを4目。今最初に編んだ立ち上がりの3目が長編み1目とカウントされます。なのでこれで長編みが5目編めてる状態。で、ここから1、2、3目編んで、この斜めの真ん中あたりを側で拾って細編み1、2、3。で、また次のこの細編みに針を入れて、長編みを5目。1、2、3で、側ですくって、細編み1、2、3と繰り返して編んでいきます。こんな感じで3段目編み終わりました。もうすでに可愛い。なんか、こういう細めのシュシュキュッて夏に結んでても可愛いですよね。そしたらですね、ここ最後の編み方なんですが、今ここ最後鎖3目編まずにいます。鎖1目を編んだら、中長編みをこの立ち上がり鎖3目の3目目に編みます。で、ここ中長編みを編むことによって、この次の始まりにしたいこの一山、この鎖3目分のこの山の
てっぺんに戻ってきて、この山のてっぺんから編んでいくようにできるということになっております。ここですね。ここ鎖1目を編んで中長編みをここに編む。で、次は今ここに針があるので、立ち上がって細編みを編んでいきます。で、次もですね、ここ、最後は鎖2目を編んだら長編みを編んでここに戻ってくる。という風になってます。今回このやり方結構使ってるので、こういうとこですね。意識してくださいまし。それでは次4段目立ち上がり鎖1目を編んだら細編み。鎖3目を編んで、長編み3目一度編みます。で、鎖5目を編んだら、この真ん中の長編みに細編み。鎖5目編んだら長編み3目一度編んで、鎖3目編んだらこの鎖3目即ですくって細編み、鎖5目、細編み。で、このピンクのところで一模様。これを繰り返して、14回繰り返して編んでいきます。それでは4段目編みます。立ち上がり鎖1目編んだら、ここに前段で編んだ中長編みを即ですくって細編みを編みます。ここからまずは鎖3目で次3目一度編む。この先ほど編んだ立ち上がり鎖3目の3目目にまずは途中までの長編み。針に糸をかけて次の長編みにも途中までの長編み。で、また次の。この前段長編み5目あると思うんですけど、右側1、2、3目に今長編みを途中まで編んでます。で、この針にかかってる輪を全部一気に引き抜くと、これで3目一度。3目を1目にまとめたよっていう3目一度です。で、1、2、3、4、5目編む。そしたら、この真ん中の長編み、3目一度の一番左側の目が編まれてる目に細編みを編む。で、1、2、3、4、5。で、また3目一度編みます。この真ん中の長編み、その隣の長編み、さらにその隣の長編み。こんな感じ。で、引き抜くと。こういう感じで、うさぎの耳のような、猫の耳のような、こんな風になります。で、また鎖3目編んだら、次、前段の鎖3目即で拾って、細編み。1、2、3、4、5編んで、次の鎖3目を即で拾って細編み。1、2、3という風に、この編み方を14回繰り返して編んでいきます。4段目もここまで編みました。そしたら最後は鎖2目を編んだら、長編みを1目目の細編みに編む。はい、こんな感じで模様ができてきました。そしたら5段目は鎖5目細編み、鎖5目細編み、鎖5目細編み。これをぐるっと繰り返します。で、最後は鎖2目を編んだら長編みとなります。5段目立ち上がり鎖1目細編み。1、2、3、4、5。そしたらここですね。この3目一度のこの隣の目に細編み。1、2、3、4、5。隣のこの5目に細編み。1、2、3、4、5。ここの5目に細編みと。こんな感じで編んでいきます。5段目も編み終わりました。だいぶフリフリして可愛くなってきました。
それではですね、6段目以降編んでいこうと思います。基本的に編み方はもう同じです。間にどんな風に鎖が入っていくかが微妙に、変わっていくというか、こことか鎖は斜め。ここら辺までは5段ですね。7段目まで、間違えた5段じゃなくて5目ですね。7段目まではこの間は5目です。で、8段目から斜めになっていって、9段目もこの間は斜めになったりしています。ということで、ちょっと10段目ぐらいまでわーっと編んでいこうと思います。一旦8段目まで編み終わりました。結構10段目までいかなくても結構しっかり大きく編めてるので、ここから最後縁をこう飾るのに2、8、9、10、11ぐらいまで作っていこうかなと思ってます。ちなみに今で直径が 21.5 ぐらいですかね。となっております。ということで、8段目まで編んだら、9、10で縁編んでいきます。まずは9段目、立ち上がり鎖1目編んだら、前段の長々編み側ですくって、細編み。ここの細編みに長編み5目。次、鎖斜め側ですくって、細編み、鎖3目、細編み。で、また長編み5目、ここに編みます。で、細編み、鎖3目、細編み、長編み5目と編んでいきます。では9段目編みます。立ち上がり鎖1目。細編み。そして、前段の細編みに長編みを5目編む。で、また次、細編みを編んだら、今度1、2、3目。鎖編みして、また細編み。で、また次の細編みに長編み5目。これを繰り返して編んでいきます。こんな感じで編めてきました。そしたら最後は鎖1目編んで、中長編みで閉じます。それでは最後10段目ですね。立ち上がり鎖1目編んだら、ここの中長編み側ですくって細編みで、鎖1目長編みを長編み。で、鎖3目のピコット編んで、鎖1目長編みを次の目に編んで、ピコット、鎖1目長編み。で、ちょっとここのちっちゃい点は引き抜き編みの点なので、後ほど修正します。で、全部この鎖まで編んだら、この前段の鎖3目側にすくって細編みを編みます。という風に最後、縁編んでいきます。それでは10段目編みます。立ち上がり鎖1目、細編み。こんな風に編んでいきます。で、鎖1目編んだら、前段の長編みに長編み。で、ここから鎖3目のピコット編みます。鎖3目編んだら、この前段の長編みの頭1本と足1本拾って、ここに引き抜き編み。これで鎖3目のピコットです。で、鎖1目編んだら、前段の長編みに長編み。で、またここ鎖3目のピコット。引き抜き編み、鎖1目、長編み、ピコット、鎖編み、長編みと。ピコットは全部で4つになりますね。で、最後、長編みを編んだら、ここはピコットはまずい。ここの中心に4つ集まってるように見せたいので、最後鎖1目編んだら、ここの鎖3目側にすくって細編みです。これを繰り返して編んでいきます。はい、10段目まで編み終わりました。すごい縁もピコットがたくさんで可愛くできました。そしたら糸始末をしてネームをつけます。
そうしたらネーム、このヘアゴムをまたいでつけようかなと思います。こんな感じ。こんな感じでネームつけたら完成です。はい、サイズをちょっと測ります。このピコットからピコットまでで 25.5 センチとなっております。重さは 32g。コード中細で1玉以内で完成します。いかがだったでしょうか？こんな感じでレーシーなシュシュ、ぜひこの夏編んでいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。キーティキーティキーティの書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。